今回のテーマは逃げる以外の守り方です。ということで実際に見てみましょう。まずこれ馬銀銀ってなってますね。ここだけ見てみてください。次相手のターンになったら馬で銀取られちゃいます。こうやって取られちゃうと仲間減っちゃいましたよね。ということでこれは失敗になります。じゃあ逃げるっていうのを学んだからこれで動かせばいいじゃん、相手の利きじゃないところに動かせばいいじゃんってやっても、なんとですね、今度は違う自分の仲間が取られちゃうんですね。これやっぱり銀が損してしまった、自分の仲間がいなくなってしまったので失敗になります。ということで今回はですね、逃げるっていうのできなくなってます。じゃあ逃げる以外にどうしたらいいか。今馬で銀を取ろうとしてるけど、馬で銀を取った時に取り返す駒があれば角と銀っていうことで交換になりますよね。ということでそれをやってみましょう。ここの銀のところをタダで取られないように、ここに次に動けるぞっていう駒を足す、利きを足すっていうふうに言います。言葉難しいんですけど、ちょっと動かしてやってみましょう。さあこうやって銀をやったけど、でもまだいけるじゃん、馬で銀取れるじゃんってやってみます。馬で銀を取る。さあここでこの動かした銀が働く時がやってまいりました。ここに銀を動いたのはここに動けるようにするためでした。ということで私のターン取ります。さあ取った時に角と銀交換になってます。角と銀だったら角の方が強い駒、銀の方が弱い駒でしたよね。ということでこれは角を取った私の方が良くなってます。馬と銀の交換になりました。ということでもう応用に次ぐ応用みたいな感じになってますけど、ここに駒を足すことで相手が取ってくるなら自分の有利交換になるよっていう感じになってます。なので相手は馬で銀を取るのをやめてしまう、取ることができなくなっているっていう感じです。守り方はこの取られそうな駒に自分の駒を助け舟を送るみたいな感じで守ることもできます。さあここはこういう守り方でした。次こちら行ってみましょう。今この飛車が金にバッて来てますね。レーザー当たってます。次に相手のターンになると飛車で金をタダで取られちゃいます。これは失敗になります。自分の仲間が相手に行っちゃいました。なのでそれをやられないためにどうやって受ければいいかっていう問題です。で今回は持ち駒の歩をあることにします。ということで持ち駒の歩を使って受けてみましょう。これ逃げることもできないんですよね。こっちに逃げてもこっちに逃げても飛車の利きの場所なので次に取られちゃう。もしこっちに行っても取られちゃうっていう感じなんですが、この歩を使えば守ることができます。飛車で金をこうやってレーザーを狙ってたのを歩でレーザービームで止めることができました。これで相手は私の駒を飛び越えることはできないので、こうやって取るってことはできなくなってます。これは反則負けになっちゃう。なので相手はこの間にあるこの駒を取るしかないんですが、金で取り返せますよね。これは飛車と歩の交換ということで飛車を取った守ってる側の方が良くなります。成功になります。ここで一つ気をつけてほしいのが、この間に何か打てばいいじゃんっていうことでレーザービーム遮断するためにこことか打ってしまうと、この駒って何も取った時に取り返せる、そういう風になってないので、じゃあ取りますって感じで取られて、ただただ歩の仲間がいなくなっただけっていう感じになってます。なのでこの合駒っていうんですけど、間に入るレーザービームを遮断する駒は相手に取られた時に取り返せる、ここに打つっていうのが正解になります。ちょっと難しかったですが、合駒をする駒
駒の利きを足す、この2つでも相手にタダで取られないように守ることができます。受け、学んでいきましょ